ワンピース救済で退屈している皆さん、こんばんは、むっくんです。先週1037話では互いに新技を出し合って佳境に差し掛かるカイドウ戦でしたが、まだ決着というわけではありませんでしたね。しかし明らかにクライマックスが目前まで迫るカイドウ戦、ここらでカイドウの過去がうっすらと描かれる可能性は高いと思いませんか。かねてよりカイドウは鬼と表現され、桃太郎オマージュであると噂されてきていますので、本日は桃太郎の原作から紐解くカイドウの過去ということで考察していこうと思います。桃太郎を追うことで見えてきた考察、本日のラインナップはこのようになっております。カイドウの妻ヤマトの母について、カイドウ鬼じゃない説、カイドウがワノ国に居座る理由、黄泉の国の匂わせ。ワンピース1038話は救済ですが、僕と一緒にワンピースの話をして楽しみましょう。それでは始まり。最初にお話ししたいのはカイドウとクロコダイルの対比についてです。ここまでのワノ国編での展開はアラバスタ編と非常に似た構図になっています。目的を持って国を支配するラスボス、古代兵器プルトンを手に入れるためにアラバスタ王国を乗っ取ったクロコダイルに対し、何らかの重大な目的があってワノ国に居座ると発言したカイドウ。ルフィとの一戦目、突然の出会いからの圧倒的実力差を示すクロコダイル、同様に突然の出会いからの圧倒的実力差を示すカイドウ。ルフィとの2戦目、ビビのピンチに登場し水という対策を用いるも敗れるルフィ、金右衛門のピンチに登場し竜王という対策を用いるも敗れるルフィとの3戦目、目的のプルトンの最重要手がかりであるポーネグリフを発見。クロコダイルと違ってカイドウはワノ国に居座る目的が未だに不明。ニコロビンを裏切る、オロチを裏切る、ルフィを海賊として認める、ルフィの強さを認める、国を破壊する爆弾をアラバスタの守護神であるペルが阻止する、国を襲う弾薬をワノ国の守護神であるヤマトが阻止しそう。改めて俺は海賊王になる男だと宣言するルフィ。この流れでいけばそろそろルフィは改めてカイドウにこの宣言をしそう。俺は海賊王になる男だ。いや、もうこのシーンがドーンって出てきて鳥肌ブワーっていうのがもう予想できてやばいですね。はい、こうやって改めて整理すると浮き彫りになりますが、カイドウがワノ国に居座る理由というのは未だにちゃんと明かされていませんね。もちろん表向きはワノ国が天然の要塞であり海賊の拠点としてふさわしいという理由はあります。しかしその理由が明かされた後にヤマトに対して、俺はここがワノ国だから居座ってんだよという発言があったので、裏の目的、真の目的がカイドウにはありそうですよね。カイドウがワノ国に居座る真の目的を桃太郎のお話を追うことで見つけようというわけです。桃太郎というお話は実は各地で伝承はあるものの、誰がいつ書いた作品なのかははっきりしていません。しかし最も有力だとされている桃太郎の原作になるお話は存在します。それは古事記。古事記に出てくるイザナミイザナギという2人の神の物語が桃太郎の原点だという説がどうやら有力のようです。昔々、まだ世界に国が存在しないほど昔、イザナミとイザナギという神がおりました。この2人は夫婦であり、世界を形成するためにさまざまな神様を生みました。順調に世界を構成するために必要な神様を生み続けるイザナミとイザナギですが、火の神を生み落とした際、イザナミは大やけどをして死んでしまいました。そういえばカイドウにもヤマトという子がいるということは妻がいたということですよね。どんな女性ならカイドウの妻が務まるんでしょう。イザナミは言いました。愛するお前の命を一人の子の命と引き換えにしてしまった。この辺りをカイドウと当てはめるなら、イザナギはカイドウ、イザナミがカイドウの妻、その子供がヤマトとなるのかもしれません。でもヤマトは火の子供ではないから、カイドウの妻は別の理由で死んだことになるのでしょうか。カイドウはヤマトに対して珍しく怒り狂ったような様子を見せました。友情は上っ面、みんながお前を恐れる。人は力で支配しろ。お前は鬼の子だ。人間と仲良くはなれねえ。この辺りが妻が死んだ理由でしょうか。鬼であるカイドウたちは人間に迫害されて妻を殺された？ちょっとまだ分かりません。続きを。イザナギは死んだイザナミに会うために黄泉の国に向かうことを決めました。カイドウももしかすると死んだ妻を思い黄泉の国を目指しているのでしょうか。
だからいつもあわよくば妻に会えるかもという気持ちで自殺を図っている。イザナミに会いに黄泉の国に行ったイザナギですが、イザナミは訳あって今は自分の姿を見ないでほしいとイザナギに告げます。黄泉の国から出ることを交渉してみるから、それまでこちらを見ずに待っていてほしいと。しかしいくら待っても音沙汰がないことにしびれを切らし、イザナギは約束を破ってしまう。するとそこにはかつての美しいイザナミはなく、全身が腐りハエがたかる無残な姿のイザナミがいた。その姿にドン引きしてしまったイザナギは一目散に黄泉の国から逃げ出した。約束を破ったイザナギに対して自分の醜い姿を見られたイザナミは激怒し、イザナギを殺してやると息巻いて大量の鬼と共に全力でイザナギを追いかけた。この時の鬼が日本最古の鬼と言われている。イザナギはそこから逃げるために鬼たちに髪飾りを投げつけると、たちまち髪飾りがブドウの木になり、鬼はブドウに夢中で追いかけてこなくなった。ちなみに黄泉の国から生還した存在のブルックは567羽の扉絵でブドウの頭をしています。ブドウだけでは全ての鬼の追撃を止められず、さらにイザナギは桃の実を投げつけました。すると鬼たちは桃の不思議な霊力に恐れをなし、一目散に逃げ出すのでした。しかし最後にイザナミだけは追撃をやめず、恐ろしい形相で迫ってきます。そこでイザナギは千人力でないと動かせない大岩で黄泉の国と地上の世界の出入り口を塞いだ。和の国で牛丸たちが閉じ込められていた天の岩戸という場所。天の岩戸は伝説によると千人力でないと動かせない大岩のことです。牛丸たちが閉じ込められていた岩屋の中にさらにもう一つしめ縄がかけられた巨大な岩が置いてあったので、あそこが黄泉の国の入り口という可能性は高いですね。ブルックは黄泉の国から霊気を引き寄せる。そんな黄泉の国の入り口がある和の国、その和の国を守る大口の真神は何の因果か霊気をまとう霊獣でしたね。大岩の向こうでイザナミは叫びます。貴様を許さない。私は毎日1000人の人を殺すぞ。それに対してイザナギは答えます。だったら俺は毎日1500人子供を産むから OK。 こうして2人は離縁してしまいましたが、差額で500人毎日人が増える計算になるから人は繁栄していきましたとさ。めでたしめでたし。これでイザナギイザナミのお話は終わりです。いやー、女の人は怒らせると怖いんだなというインパクトが強すぎて、そしてイザナギもさもうちょっと優しい言葉かけれなかったのかね。俺は1500人産むから OK ってやばくない話が脱線しましたが、とにかくどうやら和の国と黄泉の国は非常に関連深く、あの大岩が怪しいということが見えてきました。先ほどの話の中でイザナギを追いかけた鬼たちが日本最古の鬼という話が出ました。もしもカイドウのモデルがイザナギだった場合、鬼なのはカイドウではなく妻ということになります。カイドウのこちらのセリフから初見ではカイドウ自身が鬼で幼少期に人間の友達に恐れられ裏切られた過去があったように感じましたが、もしかすると鬼だったのはカイドウではなくカイドウの妻だったのかもしれません。カイドウ自身に大きな角が生えているし金棒を操っていることからカイドウを鬼だと思っていたけど、思えば小田先生は僕らがカイドウイコール鬼と考察するのを予測していたように事前に先手を打っています。ワンピースの世界では角や骨格の違いは個性というかちょっとした特徴でしかない。このように SBS でしっかり明言しています。ルフィもカイドウはただの人だと言っていますね。ヤマトに対して明らかに意味深にここがワノ国だから居座ってんだと発言したカイドウ。ワノ国の人間をなぜ支配するんだと問うヤマトに、一問一答で動いちゃいないんだ鬼才がと返すカイドウ。これもしも黄泉の国編があってあの大岩がその入り口なんだとしたら居座る理由になりそうですよね。とはいえ黄泉の国編が存在するかもわからない今は予測を立てる以上のことはできません。ただ根拠なしにこの話をしてはいません。黄泉の国の入り口は千人力でしか動かない大岩で塞いだという伝承から先ほど天の岩戸を注目しましたが、実は日本に伝わる伝承の中には黄泉の国の入り口は出雲にあるという伝承があります。出雲は四国地方の島根県に存在しており、100巻の SBS によると出雲が存在する四国は和の国でいうところの吉備にあたります。
今回のワノ国編では実は吉備だけがまともにピックアップされていません。吉備以外の場所についてはそれぞれの場所でイベントが発生していました。花の都は言うまでもありません。ワノ国編のお話の中心地です。栗はおでん様が治めた里で無念の地ですね。リンゴではゾロと牛木丸のイベントがあり、牛丸がかつて治めた土地。白米はあの愉快な殿安元井下月康家様の大イベントがありました。うどんではルフィが囚人として捕らえられ竜王習得に至った重要なイベントがありました。しかし吉備だけはこれといったイベントはありませんでした。それはワノ国編が終わった後に黄泉の国編が始まる際ピックアップされるからなのではないでしょうか。イベントこそ発生していませんが深く見てみると伏線が用意されています。まずうどんで出会った4人のヤクザの親分衆。彼らの中で唯一時代劇関連の名前がついているのが吉備のヤクザ蛇の目のヤタッペです。歌舞伎関のヤタッペがモデルでしょう。さらに蛇の目とはこのマークのことを指しており、このマークは太陽のシンボルと言われています。そして金右衛門たちが20年後に飛んで戸惑う中、最初に出会った同士が吉備の旗本治部右衛門です。この治部右衛門という名前も落語粗骨の使者に登場する治部田治部右衛門がモデル。そして極めつけはお玉です。こちらのお菊のセリフを見ると分かるように、ワノ国では立場のある人物への言葉遣いは厳格に守られています。しかしお玉は大名の息子である桃之助に対して桃くんと気軽に話しかけます。理由を知らないルフィたちならいざ知らず、ワノ国に住まうお玉が敬語で話さないという点、シンプルにお玉が子供で礼節をわきまえていないと考えることもできますが、お玉は非常に礼儀正しく武士然としており、さらに自分は武士の娘であると誇りを持っています。もしもお玉が吉備大名の娘であれば、栗大名の息子である桃之助とは本当の意味で立場が同じだからこそ敬語を使わず話しかけていると見ることもできます。あの鎖国のワノ国で純正の悪魔の実を食べている点、そして吉備団子の能力という明らかに吉備で代々受け継がれていそうな実、お玉がまだ深掘りされていない吉備大名の子で、これから始まる黄泉の国編の重要人物だとしたら面白いですね。このように吉備には大量の伏線がまだまだ残されているので、ワノ国編後に黄泉の国の物語が始まる展開は決して妄想の域にはとどまらないでしょう。そしてそれこそがカイドウがワノ国に居座る理由になっているのかもしれません。いつもご視聴いただいている皆様のおかげで先日当チャンネルは登録者9000人に到達しました。ありがとうございます。そして目前に見えてきました登録者5桁の大台1万人、夢のようです。本当にいつも応援ありがとうございます。実は僕のチャンネルの登録者数が1万人に到達したら YouTube におけるワンピース考察会の4校コヤッキーチャンネルさんがコラボをしてくださるとおっしゃってくれています。コメント欄でもワンピ系 YouTuber とのコラボを希望する声は多数いただいていましたし、僕も本当に楽しみです。もしコヤッキーチャンネルさんとコラボするならこんなことをしてほしいというような要望があればコメント欄で教えてください。それではまたお会いしましょう。むっくんチャンネルでした。